はい、それでは 12AU7 シングル DC アンプの制作第3回目の前編スタートしたいと思います。今回はですね、ケースの加工を主に穴開けの作業をですね、ご覧いただきたいと思います。今回ケースは高知さんというメーカーの、MB1369 というものを選定しました。高知さんですね、非常にいろんなケースを販売されてるんですけれども、その中でもこの MB というシリーズは幅広いサイズがありまして、真空管のシャーシだけでなくてですね、本当にいろいろな用途に、使える便利なシリーズになっています。で今回この選んだケースをですね、ご覧いただいているようなサイズで、加工していきます。この加工図はですね、また改めてブログの方にもアップしたいと思います。はい。そしてですね、今回もやります、一番根気のいる作業がこのトランスの張り出したですねコイルの部分が貫通する開口部をくり抜かなければいけないんですけれども、これですね、小さな穴をたくさんドリルで開けて、でその穴をですねニッパーで、切って切断して、こういう凸凹の状態になるんですけれども、そこを、ヤスリで、きれいにきれいな四角形にしていくという作業を今回もやりたいと思います。はい、ということでですね、使う工具は穴を開けるドリル、それから先ほども言いました通り、アルミの板を切るニッパーですね、そして少し大きめの穴を開けるための、テーパーリーマーというもの、そして、トランスの電源トランスの開口部分を整えるために使うヤスリ、こういったものを用意して、作業を進めていきたいと思います。はい、それではですね、加工図を見ながら実際に加工するためのですね補助線を引いていきたいと思いますけれども、今回天板の上に配置するのは電源トランスと真空管のソケット2個ですので、そんなにたくさん線を引くことはないかなというふうに思います。それ以外の部品のですね取り付け穴は実際に物を配置しながらですね、バランスを見ながら、それから干渉しないかなというふうなことを確認しながら、一つ一つ目印をつけて加工していくというふうにしたいと思います。はい、ものの10分ぐらいでしょうか、天板部分の加工用の補助線を引く作業が完了しました。引き続きですね、修行と言ってもいいかもしれませんけれども、穴開けの作業に移っていきたいと思います。はい、部品の取り付け位置の検討、そしてそれに合わせてケースの加工、が完了しました。一応ですね、いろいろな部品仮組みもしています。ちょっと開けてみたいと思います。はい、こういう感じですかね。正直ですね、非常に置き場所に苦労しました。ああでもないこうでもないといろんなところに部品を配置して、最終的に今こういう風な加工の、状態になっていますけれども、作業している途中はですね、正直なところを申しますと、これご覧いただいている皆さんにお詫びしなければいけないのかなと、威勢のいいこと言ってですね、このケースでやりますみたいなこと言ったんですけれども、これでは無理でしたみたいなことをですね、お伝えしなければいけないのかなと思ったりしたこともありました。頭をよぎったんですけれども、どうにかこうにかですね、今のところいけそうな感じではありますが、ちょっとこの先ですね、非常に不安がある状況ではあります。やっていくと、あらということになって、このサイズでは収まりきれないということがないとも限らないなと思いながら作業を続けています。ですのでですね、少し、部品をですね、例えば5W の抵抗とかですね、かなりサイズが大きいんですけれども、それだとうまく入らなさそうな感じもするので、少し部品の選定をですね、変えようと思います。それはまた次回の部品の取り付けの段階でですね、
ご説明したいと思いますけれども、一部抵抗のワット数などを変更していきたいなというふうに思っています。あと、ご覧いただいている方からですね、大変貴重なアドバイスいただきまして、この電源トランスと出力トランスが近いと、この誘導ハムによるハムノイズがする可能性があるので、ハムノイズのしない位置に電源トランスを調整しながら場所を決めするといいですよというアドバイスを頂戴したんですけれども、もう今選択肢としてもここに置くしかない状況に追い込まれておりますということなので、出来上がって、ブーンっていうですね、ハムノイズがするようなアンプが仕上がってしまったらもうまたそれはその時、もう白旗ということで、ワンサイズ大きなケースに入れ直すということにしていきたいと思いますけれども、どういう風になりますか、これで、次の段階に進んでいきたいと思います。